コンマルです。4月度大型アップで導入ってことで一緒にイベントについて見てみよう。まだ予測の段階やけどね。こんばんは。こんまるです。よし。やりますか。はい、皆さん、こんばんはです。どうも、たつまるです。今日はちょっと、説明するにあたってちょっと横画面の方が配信上向いてるかなと思ったんで、横画面にしました。で、ちょっと待ってくださいね。もしちょっとトラブルとかあって映像乱れてたりとかしたらちょっとあれなんですけど。こんまるです。はい、皆さん、こんばんはです。一応ちょっと読み上げとか音量うるさかったら結構ちっちゃめにボイスボックスとかと連携してあとは文字チャットとか出るように反映したんですけど、今日はやっていこうかなと思いますね。アップデートで早速見ながら行きましょうか。これチャットとか待って、結局チャット隠れちゃうんか。しゃあないか。そこはしゃあないということで、はい、見ていきましょう。再度吉畑の速報ですね。で、間もなく明日ですね。明日の UTC6 時から9時の間にサーバーリスタートを行う予定です。明日の9時、UTC 時間の9時からやから、9、15時ぐらい。僕らで言うと3時とか。僕らで言うと15時ぐらいってことですかね。の間にアップデートが入りますよっていう感じで。で、2、3分間、接続できないことが起こりますっていうことですね。で、まず、新しいコンテンツ。これね。新機能の追加ということで。灼炎テクノロジー王国の進行日数が一定に達し、烈日兵士を解放すると、歌唱テクノロジーの進歩により部隊はさらに強化されますということで、ついに T12 が導入されるということですね。ただ T12 の導入に関しては、こちら、1番。4月27日の UTC0 時。僕らで言うと朝の9時ですね。で、条件を満たした王国。これの条件っていうのが、10世代。登場、この時点で10世代が登場しているサーバーに、もう T12 が来ちゃいますよっていうことで。一番のポイントは、僕ら、14世代のサーバーと、まだ10世代来たばっかりのサーバーが同時に T12 が来てしまうという、なかなか厳しいんじゃないかと思われてます。
まあ巷で出回ってる過剰の量とかはまだ実際確定の情報ではないと思うんで、まあ実際の消費量がどうかっていうところですね。で次、2番新イベント、新たな戦果評価リーグが開幕されます。これ確実新しいイベントですね。多分兵器向上戦でもなければ強国合戦でもないって感じだと思います。で注目したいんが、同盟戦かと思ったらよく見るとね、これ個人対戦大会って書いてあるんですよね。なんでもしかしたら大乱闘に近いようなイベント形式なんじゃないかなと思って、辰森的にはちょっと残念かなっていう。できればその同盟単位で協力して戦いたいなと思う。実際イベント多いっすよね。そうなんすよ。これただ日程とかどう調整するんやろうなと思って、どういう入れ方をしてくんのかなと思って。そうなんですよね。これ個人対戦なんですよ。よく見るとね。だから大乱闘に近いんじゃないかなと思ってて。大乱闘の、いやワンチャンこれ大乱闘かもしれんと思まであるっすね。また新しく新規でイベント作ったんかな。まあでも大々的に導入してるってことは新規の可能性ありますけど、もしかしたら大乱闘のリーグ戦の可能性までありますね。ワンチャン。なんかそんな気がしてきました。大乱闘のリーグ戦じゃないですかこれ。ワンチャン。そうですね。その大乱闘の中でも個人の頂上決戦を決めましょうっていうイベントっていうことですね。これいわばそういうイベントだと思います。よく見ると同盟じゃなくてこれ個人大会なんですよね。辰丸はやっぱ同盟でみんなで一緒にワイワイやって戦うみたいな、そういうイベントが大好きなんですけど、そういうことっすね。テストサーバーは今まで僕らよりもう一個上だから、サーバー16とかまあ4とか5、6、7ぐらいがテストサーバーのイメージだったんですけども、今10世代登場してるぐらいまでまとめていいやろみたいな感じで結構雑にまとめられちゃいましたね、一気に。総流の覇者ぐらいやったらまあせめて段階的に導入していって、ワンチャンまだ兵器リーグあるじゃないですか。兵器リーグぐらいのペースでの導入でも全然良かったんじゃないかなとまあ個人的には思うんですけど、ちょっと残念ですよね、そこは。残念というかまあきつい。後発サーバーの方やと札束の殴り合い無理。札束の殴り合いのイベントっすねこれ、残念ながら。しかも個人間の。やからほんまに強い人を決めるんじゃないですか。例えばもうこのクラスのような、例えば1065と85世代一緒なんかな、まあ、こういう方たちも戦えるみたいな。もう英雄の世代が一緒やったらもうその時点でなんていうかな、対戦できますよみたいな、そういうイメージだと思いますけどね。もうこういう個人間の瞑想で十分や。はい。で次、ギャラリーの追加ということで、永久都市スキンの一覧で確認でき他の用紙のコレクション、つまりこれはコレクターの購買意欲を煽ってるわけですね。なるほど。まあ永久都市スキン集めましょうみたいな、自慢できますよっていう、その都市スキンを集めるのが大好きな方の購買意欲を煽ってるイベントっていう認識ですかね。これもまた最近おとなしいと思ったら一気にぶっこんできましたね。なかなか年相応なんか青山でもきついのに総力1の差、やばいっすね。あの人はもう別格やと思います。中国サーバーの方でこの方はまあ前の配信でも言ったと思いますけど、この方中国サーバーの方でも完全制覇みたいなしちゃってるような方らしいんで、中国サーバーで家族ぐるみで金の惑星を2個持ってるらしいですね。だからこういう方たちの、まあ、活躍の場なんでしょうね。多分戦闘機会がね、辰丸最近ロモバっていうなんか別ゲームの案件、戦争ゲームの案件配信やって分かったんですけど、ワサバって案外戦う機会自体は少ないですね。
なんかパックの購入であったりとか、イベント強化コンテンツは多いんやけど、実際それをなんか使う場面がないというか、ほとんど国内ではおとなしいじゃないですか。そんな暴れるわけにもいかへんし。お、関係してそうですね。この間、年をなんか、ゲットできんかったやつを獲得するようなイベントが追加されたじゃないですか。あれもまあ、今後、集めるのに、これ、ギャラリーっすよね。新機能の。これを集めるためのイベントみたいな感じ。まあ、そのためのっていう、あれですよね。逆に言えば。で、次4。来ちゃいました、ついに。専門家、ロに導入されたからもうないやろうと。まあ、もうちょっと大丈夫ちゃうと思ってたら、まあ、先に T12 とかで、まあ、その後ゆっくり来るやろうと思いきや、あれ一体ならいけるんじゃねっていう感じでぶっこんできましたね、これ。新専門家登場。コークのカリスマ。ケイシーが導入されるということです。ケイシー、デザインは、キャラデザインはめちゃくちゃいいですね。そう、年相コーク。辰丸も苦手意識が高い年相コークです。ですよね。多分、国内のトップ層はね、ちょっと戦う機会が少ないから、ちょっと多分ね、慣れてるんですよ。で、ほんまのトップ層やと多分、もう宝石とかも、育成終わってて、もうあとペットだけとかぐらいの人が結構多かったりとかし。まあまあまあ、そうでしょうね。あれこれ専門家全部いけるんじゃねみたいな感じだと思います。次は峡谷の専門家が後ろに待機しております。次は、正解だと思います。峡谷の専門家。で、その後、ついに来ました。満を持して、総流の専門家。ここまではもう目に見えてますよね、皆さんも。もうこの流れやと来るでしょう、みたいな。はい。ちょっと全然進んでへんから行きましょうか。はい。で、ケイシーは16日のあさって。これ案外別々なんですね。このリスタートの時点で一気に解放されるかと思いきや、結構バラバラということで、あさっての UTC0 時から、ってことは、辰丸ね、ここちょっと失敗しちゃったんですけど、いつも月曜日に貯めて解放する癖ついちゃってるんですよ。これ今のうち皆さんちょっと貯めといてくださいね。これ。なんなら勝ってもいいっすわ。ダイヤのミッションとか、今、受け入れるでしょ。こういうので、ダイヤのミッションとか、こういう5000とか軽めのやつ受けて、これ購入しとった方がいいですね。ちょっとダイヤ課金やけど。ちょっとロケットスタートできる。これ買って貯めときましょう。いやもし、年相広告キャンセル界隈とかやったら、ケイシーに関しては多分育成せんでもいいとは思います。でもなんかイベント、まあこの後話すんですけど、ちょっとお手軽になったみたいですね。マッチング。いやー、人数を減らしただけやからどうなんかな。ちょっとリメイクしてるような感じの構文がありますけど。どうなんかということで。で、残り1000何に使おうかな。残り1000か。1000ちょうどいい。まあでも、エナジー原石かな。エナジーいらんのよね。エナジーちょっと今、タッチのバランスではいらんけど、買うもんがね、1000やともうこれしゃあないか。1500使おう。レベル2鉱山大渋滞してたから助かります。そう。でも渋滞してたから、このイベントに関してはまあ改善やと思いますね。どうなるんか。やから、そのね、年相広告のレベルアップに、バージョンアップに関しては、多分、無課金者でもちょっと手がつけられるというか、結局重課金者に真ん中取られたらなんぼうまいことやってもやっぱ負けちゃうじゃないですか。多分マッチングに関してもちょっと緩くなってると思うんですよね。微課金でも勝てるチャンスを増やせるみたいな、成功体験を味わわせるためように多分、まあ、ちょっとそこは緩和したんやとは思うんですけどね。マッチング人数を減らしたりとか。この、書いてありますよね。イベント体験を向上させました。マッチング効率。
まあ、人数でそもそも点取れへんかったりとか、結構その時間帯によってバラバラでやったりとか、多分この辺を調整したんやとは思うんですけど、集まり的にはちょっと緩和したんじゃないかなと。はい。まあでも順番に行きましょうか。無限追憶の最適化。待ってください。まず最適化及び調整ですね。これはさっきまでは新しいコンテンツの導入。次は最適化及び調整ということで。まあ、調整は確か結構いい内容が入ってたような。おー、これやってくれたんや、みたいな。無限追憶、あれっすね。間違い探しですね。条件を満たすと本イベントは通常定期イベント。いやー、なるほど。無限追憶はもうこれだから、通常の定期イベントとして開放されるという方が、普通のイベントに導入するみたいですね。うん、タッグでやるとかは竜丸的にも良かったかな。なるほどね。なるほど。結構まあ、比較的最近追加されたコンテンツの中ではまあ評判は悪くはないですね。まだ。ただやっぱりイベントをどう調整するのかは運営の腕の見せ所やと思いますけど、国内を減らすのか、もうちょっとなんていうのかな、キャパを、この過密スケジュールをなんとかしないと、まず先にね、ゲームが忙しいこと自体には変われんから、追加だけ追加っていうわけにはいかへんしね。ここはなんとかしてもらわんとね。っていうことと。これなんだろうね。無教の旅人パックという。この2つのパックがどれなんか認知してない。認識してないんですけど。どれのことなのこれ。これあれか。待って。よく見るとあれや。まだ無限追憶のうちの2か。なるほどね。内容を調整しました。確かにこれ、パック結構厳しかったですよね。勝ったけど勝てへんくてなんか負けちゃうみたいなのなかったっすか？やからこれは多分そのなんか内容もうちょっと調整したんやと思います。多分課金してもちゃんと還元できるようにみたいな。で2番貿易の最適化。王国が一定の新高度に達すると星ランクの最大かけらと専用装備のレベルマックスの余剰分を一括で交換できるようになります。ポイント一括で交換できるようになったってことね。なるほど。ってことは今のところこれなんていうかな、ちまちまこうやってでも一括交換ってどういうことやろ？今でも別に交換できるんじゃない？こうやったら一括交換ってこういうことじゃないんかな。確かに。で序盤タッチの配信でやらかしたんですけど、一番なんていうかな、初見からベル使ってやってもらうっていう、練習してからベル使った方が良かったと思って。ベルもうちょっと増やしてほしいですよね。確かに。でしかも一回負けてしまうとまた最初からリスタートってなってたから、多分そのあたりはね、多分ベルとか増やしてくれたんじゃないかなと思うんですけど。いらないのをまとめて交換って感じか。なるほど。こう一個一個タブがあるんじゃなくって、このなんていうかな、かけらはかけらだけでもうバッてやって交換できるみたいな感じなのかな。これ多分いちいち一個一個こうやって交換していかなきゃあかんじゃないですか。交換。これちょっと面倒やかなってことやな。やと思います。タッチに関しては専用装備とか、これが専用装備とあれをまとめられたって感じなんかな。まあ、ちょっと短縮されたよって感じで。3番。これ結構でもいいんじゃないかなと思って。さすがに多すぎますよね、最近。なんか、100人切ってたらいいですけど、100何十人とか時間帯によっては。まあ、今のこの時間帯とかっすよね。21時とかの時間帯で連想効果入ると、ものすごい人数いるから。この後と23時からか。はい、皆さんこんばんはです。
個は、どこにだっけ、これか。マッチング人数を減らして、マッチングの効率と。まあ、別に、マッチングがしにくかったっていうことはないと思うけどな。まあ、やから、まあ、主にこれでしょうね。まあ、イベント内のマッチングの人数を調整したってことですね。で、変換機能の最適化。これね、これ戦争ガチ勢に関しては、これ結構重要な機能だと思います。R4 の同盟メンバーは他の R4、そう、これできないんですよ。だから R5 がめっちゃ仕事しなあかんんですね、これ。これめっちゃ大変なんですよ、マジ。これ分かってんな。これしんどかったな、確かに。キックしてとか、いや、できひんねん、みたいな。これめっちゃありがたいですよね。いや、もう、いや、同じ階級やからできひんねんっていう。キックしてくれって間違った、言うて。これを R4 メンバーであれば、キックできる。これでも悪用する人も、そんなことはせんか、さすがに。間違ってキックとかの可能性も出てくるけど、なんでキックしたのみたいな。そんなことも、そう起こらんか。これは結構いいアップデートですね。よりスムーズに連携が取れるんじゃないかなと。で、5番。エモートの最適化かな。スタンプリアクション。なるほどね。敗北感謝。普通にやからこれが増えるってことやね。普通にやからこれが増えるってことやね。これに敗北とかリアクションスタンプってこれっすよね。だからこれに多分こういうなんか普通に勝利っていうスタンプが追加されるみたいな感じなんかな。だから煽ることもできるし、まあなんか直接例えば感謝みたいなの多分できるんでしょうね。挨拶、絵元だけで挨拶するみたいな。なるほど。これは別に特段重要ってわけじゃないな。まあなんかコミュニケーションの一環っすね。で、領事ファイルの最適化。アップデート後は大使館の援軍ページ。大使館の援軍ページ。などで、役職任命ページなどでやろ。他の領事アバターをタップすると相手の、これどういうことやろ。これあるやん。こういうこと？舞台援助とかってわけではなくって、相手の大使館のページは見れへんよな。役職の任命ページ。とりあえず都市か。大使館から。ああ、なるほどね。なるほどね。ここで援軍入ってる人も一応、なんかこういう、なんていうか、援軍入ってたらプロフィールで見れるようになるって感じか。なんかプロフィールに行くまでの動線がちょっと多くなったってことね。別にあんまりプロフィールを見ようとは思わんけど、まあこれも、まあ。普段使うって印象はないな。そんなに便利になったっていう。溶鉱炉のレベルアップ、報酬の最適化ということで、領主の太陽航路がレベル7に到達するとシステムより出撃召喚アイテム10個が報酬として配布され、自動的に領主のバックへ換されます。なるほど。レベル7か。これもまあ今見てる方たちのほとんどには当てはまらへんな。レベル7なんてだって1日2日とかあったらもう別にまあここを見るほどのもんではないな。これから始められたとかもう今日始めたとかのような人やん向きやな。で、拠点争奪の最適化、砦のエントリーページ。あーなるほど。これまあいろいろ結構問題になってましたよね。例えばよくわからん同盟が
よくわからん、よくわからん同盟のある方が勝手にエントリーしましたみたいな。まあ多分日本サーバーとか言語が統一されててまとまりがある国とかやったらまあそんなこともないと思いますけど、間違ってエントリーしたみたいな。申請キャンセル嬉しい。申請キャンセル嬉しいですか？ああ、でもやっぱ間違っちゃうことはあるんですね、これはね。なるほどね。いいですね。で、取り入れタブに報酬ボタンを新しく追加しました。取り入れのタブ、同盟の取り入れのタブ。同盟のこれに直接報酬ボタンみたいな。ああ、中身の確認ができるって感じか。なるほどね。中身の確認ができるようになったっていう感じね。で、これめっちゃ嬉しいんじゃないですか。これね、これやから、これめっちゃ嬉しい。これめちゃくちゃいい。まあそういうことですね。偵察なしでも見れるって感じですね。うん、これ手間やったっすよね、マジで。50体手間やし、スタミナめっちゃ食うしで、これやばかったじゃないですか、それまでのスタミナ消費。これはもう全フォアサバプレイヤー大歓喜じゃないですか。で、時間も食うし、スタミナも食うし、で、単調やしって、もう、全員のメリットがない。ただ報酬はある程度美味しかったから、やらざるを得ない。で、これプラス同じくなんかスタミナを消費するイベントの重複であったり、全然あったりするから、これが25ステージになった。これ最高っすね。これめっちゃ最高。これはめっちゃいいね。で、注意。S バーサス前とかに来るとだるかった WWW。アップデート当日に傭兵の名誉が進行中の王国に対してはステージ数減少により少なくなった。あー、なるほどね。仮に傭兵の傭兵のが開催中でアップデートになったとしても、まあ、その分無料でスタミナ消費した分は配布しますよっていう。ただ、まあ、これは多分50ステージのままなんでしょうね。さすがにイベント中は。昨日ちょうどラッキーってなってるっすね。それキュスさん多分。はい、私たち後編みたいになってるっすね。気分で言うと。いやー、竜丸から来る可能性あるんか、イベント最中に。待って、ちょっと待って、インスタしてください。カレンダー載ってんかな、さすがに。今んところ、これ傭兵じゃない？あるやんけ、これ50ステージやらなあかんの？間に合わへんかな？おい、あるやんけ、ちょうど。なんでやねん。これはさ、明日のリスタートの時で修正されるんかな？この傭兵さんは。これもう反映されてるんかな？それやったらギリギリ間に合うっちゃ間に合わへんけど。ですよね。更新が明日やったとしたらこれギリセーフ。もう25。それやったら最高やけどな、このタイミング。だってケイシーに関してしかベッド書いてないから、これ全部明日までなるっすよね。でもそっか。ある意味辛いですね。5時やったのに他の人25かよ、みたいになるっすね。アリスさん、これ少しありがとうございます。なるほど。まあ、タッチは多分これギリセーフっすね。で、出生画面の最適化。これ重要そうやな。領主または建物に集結する際、出生画面に到着時間の。これだって、やからこれないから、なんか、カウンターみたいなの作ってる方とかなんかサイトとかで見たんですよ。なんか到着までの。これも SVS でめちゃくちゃ重要視されそうですね。
出生画面に、どういうことやろ。これ集結するじゃないですか。ここに、これでももともと出てるっすよね。2分とかって。到着時間。仮に集結したとしても。あー、どういう風に表示されんやろな、でもこれ。プレビュー。まあそこに関してはちょっとわからんか。まあ多分見やすくなったんでしょうね。かなり。多分合わせやすくなったんじゃないですかね。この矢印に出たりするのかな。でも、そしたら出てくるしな。もっとでっかくなんか表示されるんかな。とか兵士数選ぶ画面に出るんじゃ。あー、なるほどね。なるほど、そういうことっすか。でも、これ、13秒みたいなの載ってるっすよね。いやいや、出生ボタン押すところに時間出ないから大変よ。この段階でってことっすか。あ、この段階でここになんていうんかな、タイマーみたいなのがないから、理解した。理解した。そういうことですね。やからそうよ。SBS とかでももろこれ影響を受ける内容っすね。そう。なるほど。理解したっす。なるほどね。そういう意味合いね。たまにさ、まあ、日本語が別に特段悪いってわけじゃないですけど、まあ、やっぱ中国語から翻訳されてるようなところがあるから、日本語の言い回しとしてちょっとややこしいとこあるよね。この状態の画面で時間が確認できるようになったって感じね。なるほど。これはでかい。現在集結中だったりとか。これやから今までやったらここに表示されてる目安を、なんていうかな。自分で心の中でカウントしながら、こう合わせなあかんかったみたいな。これが、その表示されることでかなり高精度で合わせるようになったということですね。なるほど。めちゃくちゃでかい、これ。これ最高っすね。で、編成中の英雄が場内にいない場合。編成アイコンに黄色の吹き出し通知マークが表示されるようになる。やから、この場合に出生してたらなんか、出るんかな？登録したりとか、こういう状態でも。なんかびっくりマークみたいなの出るんですかね。で、3番。現在の場内兵士数が不足している場合、編成アイコンに、現在の場内の兵士数が不足している場合。結構レアケースやな。つまりとか、人数多くなってから、兵士、なんていうかな、表示されてる兵士が足りひんみたいな、そういう状況ってなかなか、ないけどな。まあ、なるほど。赤の吹き出しアイコンが、で、通知マークが一応出てくれるようになったってわけね。まあ別に、導入されて別に特段嬉しいってわけじゃないけど、まあ、あったらあったで便利やなっていうぐらいの感覚なんやけどな、タッチ的には。まあ、やっぱ一番でかいのはこれじゃないですかね。これはもう最高やな。これ最高っすね。で、11、感染機能の最大化。なるほどね。まあ。これもなんか、プレイヤー人数おった方が盛り上がるよね。でも、タッチ的には YouTube で見てほしいけどな。それなら、公式運営が、なんか、FPS ゲームとかで、バロラントとかロールとかされてる方やったらわかると思うんですけど、なんかもう公式せっかく YouTube サイト、全然最近活動してないじゃないですか。もうあれで放送したらいいのになって思うんですよね。ゲーム内じゃなくて。ゲーム内で観戦されちゃうのは、タッチ的に、配信者としてはちょっとあんまり嬉しいことはないんやけど。みんなゲーム内で見ちゃったらあれやん。タッチの YouTube 見られへんやんと思うけど。なるほど。便利になったということで。シェア機能最適化、シェア画面の表示を改善し。なんやシェア機能って。シェア画面の表示って分かる方います？
シェア画面の表示で新たな領主名、グループチャット名を入力して検索できる。あ、シェア画面。なるほど。これこの画面この画面で座標とか送る、こういうことこの画面ってことこれやね、多分。メール送るやつですかね。レポート共有とかするときに多分こういうことですよね。あ、レポート。あ、例えばレポート。なるほどな。これ、だからこういうことね。これやね。なるほど、確かに。こっからだって、こうやって探さなあかんかったってことやろ。確かに。わからんでもない。タッチも、例えばサブに情報を送りたい時とかに、ってこうやってスクロールして探さなあかんかったじゃないですか。なるほどね。これちょっとありがたいですね。ちょっとめんどくさかった。いっぱいおるなと思って。マジか、もっと下か、みたいな。っていうのを、すぐパッと検索機能みたいなの追加されて、すぐ送れるようになったって感じですね。これもありがたいな。で、感染機能、シェア機能。13番。英雄募集の最適化。ほう。これか。こいつね。これね。これ、例えば、もったいないか。まあ、ええか。10個。こういうことやね。この状況やね。これを、なるほど。これ、やから一気に鍵使っちゃうからか。一気に鍵使う。これ極端すぎるんよね。これ極端すぎるんよ。これ。10個か全部使うかしかないんよね。これやりすぎやわと思ったわ、そういえば。なるほどね。これもまあありがたいですね。例えばイベント結構、なんていうかな、鍵使うイベントあるじゃないですか。これをいい感じの波数で行おうとすると、10回やと5回ぐらい押さなあかんし、みたいな。ただ全部を使うわけにはいかんし、みたいな。ちょっと不便やったところを、複数募集に変更しましたって感じやね、多分。で、今回の募集回数を自由に選択できるようになりました。なるほどね。14番。東大の最適化。劣化の牙、確かにね。劣化ね。24時間前になると。なるほど。これ、みんな半自動みたいな感じで、劣化担当の人は結構いるじゃないですか。事前に教えてくれる方。始まんで、みたいな。立ち組みでも結構そういう時言ってくれるんですけど、立ちも案外忘れてるからな。明日劣化か、みたいな。そういうのもなく、情報ページの右下にイベントカウントダウンの通知が追加されるということで、劣化があったら多分そういうことやな。右下に、いやからこの辺りに多分あるんでしょうね。もうすぐ始まりますよみたいな。はい。劣化担当いますよね。めっちゃ劣化だけすごい。劣化になったら毎回教えてくれるみたいな。私劣化担当劣化担当おもろいっすね。いやでもいるんですよ。なぜか3話に1人か2人ぐらい。劣化になったら真っ先に劣化ね。劣化ガチでいるくないですか？あれっすね、それほんまに。劣化のプロみたいな方いますからね。なんか、すんごい貯める人いないですかこれ。劣化。いや、まだ劣化じゃないのに、もう数週間前からなんかここブワーって作って、あれおもろいなって思って。やりすぎやろ、みたいな。普段それ貯めん方が大変やわ、みたいな。いますよね。世界チャットに毎回アナウンスしてくれる人いるそう。劣化担当、しかも、同盟だけじゃなくて、世界チャットにまで、アナウンスしてくれるんですよ。ありがたいけどな。ありがたいけど、ガチですぎてちょっと面白いですよね。そんな全員にわざわざ親切に教えてあげんでもって思うけど、まあ、ありがたいのはありがたいな。ただそれを
しなくてもいい。いやでも仕事取っちゃうな、それ。劣化担当の人からすれば。で、15番。進軍加速の最低。これなんか良さそうじゃない？セカチャはさすがにしない W。 うわー、これでかいわ。例えば兵器向上戦とか兵器リーグ。これ、無料回数はやっぱ5回とかって決まってたら、もうそっからはダイヤ使わなあかんじゃないですか。え？で、その後、これでも具体的にどう変わったんかな？兵器向上戦ルールどんな感じやった？そもそも溜まるペースって。いまいち把握してへんな。セカチャはさすがにしない。いやでもね、それはまだ大津さんガチ勢じゃないですね。ガチ勢をセカチャにもするんですよ。セカチャにしてるけど、1日2回ぐらい通知するんですからね。1回ですら、おおと思うけど、ガチで何回もするから。それ昨日聞いたからっていう気分にもなるけど、まあ、ありがたいのはありがたいね。さっき3回やったんすか？なるほどね。案外気にしてないですね。これ、案外重課金の方ほど気にしてないやろな。バンバンダイヤで使ってるから。まあでもそれが、初期3回から5回になったって感じね。これやから、でも短縮もされてるから。やから、無料でやから、進軍加速を使えるように調整したって感じか。なるほど。これでかいですね。まあ全員ありがたいんじゃないですか。やから。臆せず、加速で、ガチで戦えるようになったみたいな。臆せずじゃない、気にせず。気にせず。で、また兵器向上戦と、兵器リーグですね。において、領主は同盟戦争画面から自身の進軍加速画面に入る。自身の部隊の進軍加速画面に入る際、戦場内に提供される無料の進軍加速。同盟、同盟戦争画面ってどの状況や？同盟戦争画面。これ嬉しい。これ、いまいち理解したいですけど。これでも多分ありがたいことなのはわかるけど。なるほど。ここの状況の画面から入った時入るじゃないですか。ちょうど乗れんかった。さすがにキックすのあかん、かわいそうやな。やりすぎやな。で、この際に加速がもう使えるようになったってこと？無料の進軍加速をこの状況で加速使えるようになった。なるほどね。やから、確かにそういえば、言われてみれば。ってことはよりスピーディーに動けるようになった。ってことは、まあ、プレイヤーの技術がより反映しやすくはなったって感じですね。素早く乗るっていう、素早く動いたり素早く乗ったりするっていう面に関しては。より、なんていうんかな、作業の時短じゃないですけど。1、2、3ってやらなあかんことが直接1、3にできるみたいな感じですよね。まあ、何言ってるか分からへんな、そこは。まあ、そんな感じということで。で、スケジュールの最適化。これ次、クマっすね。クマ罠の改善しました。罠に、これどういうことやろ？スケジュール内の、ここか。これ意味わかる方おられます？
うん。これだけじゃな。これだけなんか説明薄いっすよね。まあいいや、次。まあ多分なんか多分便利になったんでしょう、多分。17番、役職機能の最適化。領主は役職の就任クールタイムが終了すると現在の役職を自ら辞任できる。あ、自分で取り消しできるようになるってことか。これやから期間内、誰かこれありがたいですね。これやから例えば、もう、なんていうんかな。タッチ内政部長取り消しされてるやん。リオになってるやん。いつの間にか。で、まあこれやから使っててもずっとなんか次の予約者が現れへん限り、そういう、いや30分は多分無理じゃないですかね。30分超えて後ろの人が来おへん場合ってなんていうかな、未使用のままになるじゃないですか。まあでも別にいやー多分30分より早くってことはできないと思いますね。これ時間制約あると思いますね。ラウさん、小森ですか、しちゃってます。うん、やと思いますけど、まあでも、この、なんていうかな、予約機能になってから、以前やったらもうちょっとありがたい機能やったけど、まあまあまあ、自分で、もう終わったよって取り消しすることになるんやと思いますけど、30分の制約はあると思いますね。やから次多分クールタイムみたいな感じになるんじゃないですか。でも一応解除することもできるんやと思いますけど、結局10分間空くみたいな、20分で使い終わって解除するみたいな、そういう感じだと思います。思考失勢感が存在する場合、役職の順番待ち予約リストによし。これはあれか。他の国の人にも使わせる場合か。基本的に111は他の方には使わせないよね。思考失勢感。よっぽど誰も就任せへんとかやったらあれやけど。特に表現の支配者とかでバトってるんやったら少なからず、あれやもんね、自国のプレイヤーが頑張ってる人の順位も妨げることになるから。せっかく勝ち取った権利やから、これはまあ、どっちでもいいかって感じか。いやでも失勢感からしたらどっちがどっちの役って分かりづらいんかな。ちょうど思考失勢感のタイミングじゃないからちょっと分からへんけど。で、時間指定予約。複数の予約。いずれかの役職に就任すると他の予約の共有します。例えばこの時間帯でこういう状況になった場合、いずれかの役職に就任すると他の、どういうことやろなこれ。他の予約役職の就任クールタイムを共有します。予約って複数できたんですか？そうなんですよ。これ多分ね、これでも先にカラスさんが任命してるじゃないですか。これから順番待ちみたいなんで多分ね、どっちか選べるんやと思いますね。これあんまり意味ないっすよね、機能的に。そう、ここの人数が順番待ちみたいになるんですよ。だから全然同じ時間帯に複数で、多分任命するのがそうなった場合自動的に多分されないと思うんですよね、多分ですけど。早いもん勝ちとかなるんかなこれ。今の場合やとね、カラスさんがもう先に予約成功になってからやから、多分これ辰丸は申請してるだけになるんですよ。で、多分これを辰丸に変えようと思うと、多分内政部長か執政官が多分これ解除して再度辰丸に変更みたいな、多分作業をしないとダメなんじゃないかなと思いますね。一見便利のようで結構あれですよね、執政官と内政部長の結構キャパを使うというか容量使いますよね。
で、時間指定役職の予約。内政部長に就任すると。ふんふんふん。これは執政官しかできひんかったような作業を内政部長もできるようになったってこと？クリアにできるやから、これやから内政部長になったらこれを消去したりもできるようになったってことっすよね、多分。今までできんかったんかな。内政部長あんまりしたことがないんですよね。執政官はやってたけど。ちょっとアップデートされてからの執政官はタッチやってないからな。ここは現役執政官の方の方が詳しいじゃないですか。多分でもそういうことやと思いますけどね。内政部長は今までできんかったんだと思います。内政部長。内政部長。で、ギルドパック内のデイリー無料宝箱のリニュー。これでも具体的にどうリニューアルされるかは書いてないですね。だから、これっすよね。これの中身。これの中身が変わるって感じか。今まででもどんなもん入ってたっけな。なんかそんなここはいいもん入ってなかったと思うんですけど。確かに。履歴消去できるみたいですね。履歴消去する意味があるんかなとは思うけど。多分こことかも、多分、現状の、挑戦に使うんでしょうね。多分歌唱が、この世代結構入手手段限られてんなと思ったら、こっから歌唱出したりするんじゃないですかね。ゲットできるような。さすがに歌唱は入れんか。加速とかかな。今まででも加速とかだけやったイメージあるけど。で、これ後で取っときたいな。これ、まだ皆さん先に言っときますけど、これちょっと待ってください。タッチは、あらかじめ見越して、パック買うなら、生徒の秘宝だけにしようって決めたんですよ。これは買って大丈夫です。定12を急げた。いや、歌唱ください。ダイヤの印象しかない。ダイヤでした、ここ。なんやったかなと思って。これ、だんだん受け取るのも結構めんどくさくなるじゃないですか。どっかやったっけ？これか。これ何入ってたっけ？記憶に残ってないっすわ。ダイヤやったか。アルバムの最適化。これは正直そんなに重要ではないよな。名前を変更しちゃっただけ？資源が加速かな。なるほど。19番はまあなんか名前変更しましたよって感じか。ストーリーとか俺見てないからな。全然知らないんですよね。で、メール機能の最適化。20番。同盟大作戦。総動員。支配者。最強領主。軍備、競技など。イベントにおけるランキング報酬のメールの表示を改善し、情報をより分かりやすく確認しやすくしました。なるほど。多分、これの延長上やとは思います。最近まとめてますよね。カラスさんだ。カラスさんや。カラスさん映ってました。たまたまね、カラスさんが予約したから。これです。これ自分で取り消せんのまだ。これ、できるか自分で。そう、たまたまカラスさんがいたから。万が一、これタッチがなんていうかな、任命されても、カラスさんごめんって言って許してもらえるかなと思って。書いちゃおりますね。またメールでもやからアップデートの内容とか送っておりますわ。この今、タッチが言ってる内容。で、2番、傭兵のボスの予約開始メールに開始した。これいるかな？これやからトラブルとかあるんかな？やから勝手に間違えて開始した。でも誰が開始したんか分からねえみたいな。そういう間違った人の名前とかも特定できるようにしましたってこと？多分そういう意味だと思いますけど。なんかそういう人とかある方を外されるみたいな感じですか？勝手に始めんといてよみたいな、多分トラブルのためでしょうね。トラブル対処のためでしょうね。すぐ原因を見つけるための。カラスさんやったら許してくれるかなと思って。
次。3番。兵器工場争奪戦及び兵器リーグの荒川さん出てくださいよ。じわってくるな。カラスさんやったら許されるちょっとひどいな。兵器リーグの軍団集計メールにおいて、軍事施設ポイントにはその軍団のエントリー済みのメンバーがやからこれはやからつまりサボってるプレイヤーが一目でリーダーたちにも把握されるようになったってことじゃないか。これはガチで兵器リーグしたい人には助かりますね。やっぱメンバーの選定においてこれ大事じゃないですか。例えば乗り手とかやったらパワーよりもやからどんだけ貢献してくれたかっていう選抜基準になってくると思うから、そういうなんがやからメンバー選定において集結リーダーたちは絶対いるけど、乗り手に関しては兵士レベルが最大であったらそっからさらにもしメンバーを選定しなあかんっていう状況になった時にこれが導入されることによって多分誰が今までこういう貢献してくれて、アクティブなプレイヤーなんやなっていうのを確認できるようになったんやと思います。なるほど。2番あんまりいらないんじゃね。確かにこれはあんまりいらないですね。ただクレームがあったし仕方なく追加したみたいな。朝9時朝9時の傭兵なんかもうイベント捨てたみたいなもんですよね。重罪やな。間違いなく戦犯扱いでしょうね。たまにあれじゃないですか、兵士どこのサーバーでも絶対最初1回だけ殴ってねって言われるでしょ。兵士1で殴ってやみたいなピン刺して、多分そういうやり方してると思うんですけど、みんなできるだけ殴れるようにみたいな。それでアホみたいに攻撃する人いるじゃないですか。マジで何回攻撃すんねんみたいな。その方たちよりも重罪ですね、これは。ちなみに言うと朝9時って誰ができんねん。そういうことになると思います。そういうことをする人が多分間違っているんでしょうね。酔っ払ってたんかわからないですけど。で4番、自動狩猟が無効になった時のいやそもそもねこれね、すぐ無効になっちゃうんですよね。例えばアカウント切り替えただけでも。これちょっと続いとってほしいな。もうちょっと長いことメール通知がどうこうっていうより、これでも根本的な解決にはなってないですよね。これすぐ無効になるんですよね、自動狩猟って。あれ止まってるみたいな。自動と言いつつなんか半分手動みたいな。それをあんまり解決になってないけどな、この4番に関しては。自動狩猟ってずっとオンラインにしないといけない。確かそうやったと思います。すぐアカウント変えただけでね、なんか中断されてるんですよね。だからもう一回再スタートしなあかんみたいなやったと思いますよ。あれどっから借りてできましたっけ。これかオート。これ結構止まってるんですよね、多分アカウント変えただけで。でまたやからこうやってセットしてみたいなのやってたと思います。この舞台だけみたいな。例えば獣狩りとかやったらこんな感じでやるじゃないですか。これでずっと放置しとくみたいな。すぐ解除されてるんですよね。オフラインでも確かにそう、せっかくそうですよね、マンスリー買うんやから。でしかも800円じゃなくて1600円やから、もうちょっとなんていうかな、そのプレイヤーのねキャパを、戦争以外に使うキャパをちょっと減らしてほしいですよね。せっかく毎月1600円使うんやったらね。それは思いますね、タッチ的にも。もっと便利にしていいのにとか。でいつもタッチ配信でも言ってるんですけど、あとは治療っすね。ポチポチ画面がでかすぎる。これいつになったら直してくれるんかなと思って。こんぐらい取るじゃないですか。負傷がないや、ちょうど。これか、この画面。この画面はフルやけど、これすぐ回復しちゃうか。出えへんな。もうほんまにでっかく表示されるんですよね。
これを裏とかで1600円使ってんやったら自動でやってほしいなっていうとこまで思ってますけど。で、どこまでいったかな。これね、次21番。野外機能の最適化。漁師が野外で都市をタップすると、都市の援軍数が表示されるようになる。もともとあるっすよね。あ、地震ね。ないわ、そういえば。言われてみると。なるほどね。確かに。こうやって見なあかんもんな。ここに、この援軍のタブが追加されるんかな。多分、スペース的にどうやろな。どこに入れられるんやろな。この下かな。こことかに追加されるんか。ここに追加されるんか。よく見ると、ないっすね。なるほど。まあ、特段なければ困るってほどでもないけど、まあ、あった方がまあ、便利か。ってぐらいの、まあ、修正やとは思います。22番、同盟機能の最適化。同盟戦争の進軍加速ページに集結出発までのカウントダウン表示を新たに追加し、時間管理しやすくなりました。これなんか重要そうやな。進軍加速ページ。進軍加速。これ？待って、集結とかででもこれかな。これよな。これのことっすよね。違うんかな。同盟戦争の進軍。こんばんは。高橋さん、これ少しありがとうございます。いまいち分かってないですけど、これ。でもなんか重要そうやな。時間管理がしやすく。ページで加速するときにカウントダウン出してくれる感じですかね。あのページか。こっちっすね。こっちのクマとかの。このページ、今はまあ入れへんけど、集結したら見れるかな。このページってことっすよね。これさっきもなんか言ってなかったっすか？さっきもなんか似たようなやつありましたよね。ここで加速押せるよみたいなやつじゃないの？時間が表示されますよみたいな。同じこと言ってる？これ。まあでもこれ多分重要なアップデートだと思います。多分集結する、太陽城とか、総理の覇者とか、集結タイミング合わせるときにめっちゃ役立つ機能だと思いますね。これは良かったですね。本来の同盟の実力が発揮されるかなと。合わせるの難しかったしね。で、同盟資源の交換ページに手動入機能の新たに資源交換ページ。これね。これか。なんだ手動入力って。これじゃないの？ここあるっすよね。なんかもっとやりやすくなったんかな。スクロールバーとかじゃなくて。そっちの話か。なるほど。それか、久しくその同盟管理のこととかしてなかったから。あれね。こっちか。これか。これっすね。これね。もう、同盟完成しきってるから、普段もういじることなかったから忘れてましたわ。これの時をなるほど。これ確かにバーっすよね。これをなんかこうやってなんかアバウトに調整しなあかんけど、なるほど。数を入力できるようになったってことね。理解しました。R5 は同盟メンバーページで。ホワイトリストの調整。
まあでも調整ってまあ一回登録さえすればって感じだから、まあぼちぼちか。あ、でも新しく移民とか人の出入りが激しいような同盟とかやったらありがたいんかな。うん。まあでもありがたい調整だと思います。これに関してはね。やりやすいんじゃないかな、R5 は。23。釣り。ああ、まあ釣りね。これね。もうキャンセル界隈になってるけど、たちは。釣りキャン界隈っすわ。やばい。ちょうどやってないのバレる。何もやって。一匹も釣ってん。デイリーミッションの報酬。これが一括受け取り？そうやったかすら覚えてないな。できひんかったんや、今まで逆に。で、宝探しの回数が10回未満の場合。釣りと除雪めんどくさい。ねえ、これね、なんとかね。このレベル、なんていうか、引き継いでくれたらいいのになとか思うんですけどね。これまた、イベントごとにレベル1になるじゃないですか。で、それを上げるためにまずお宝ステージやるじゃないですか。で、その後通常ステージで結局なんか3回ぐらいはやらなあかんのですよね、釣り。どうやっても。なんかちょっと結構手間。このレベルを今更すけど、こっちや。こっちの釣りレベルってもう別に毎回下げんでもいいんじゃないかなと思うんですよね。もうみんな同じレベル10にしたらいいのに、みたいな。いや、でもそれやったらこれで、始まっちゃった。行きたくない。みんな助けて、これ行きたくない。これ行きたくないよ。始まっちゃったよ、マジ。うわー、なんでだるこれ。うわー。待て、これあれやから、バロ用のピーキーマウスやから、これ釣りなんかできひんってマジで。おかしいぐらいピーキーよ、これ。やばいって。めちゃめちゃ動くよ、これ。おかしいもん、移動。このハリセンボンが。なんや、こいつら。110ポイントって何やねん。めっちゃ動いてる W。感度高いっすよね。もうワープしても1。バロー用やからさ。はい。もう釣りは、よくわからん。釣りも次行きましょう。みんな釣りあんまり好きじゃないでしょ、多分。実際の釣り好きの人からしても多分この釣りは好きじゃないと思うな。太刀的にはな。で、地底探検。地底探検ですか。これも最近たちね、結構サボっとるからな。今もうちょっと進めるとは思うんやけどな。これね。一部エリアの名称を調節し、勇者の地。あれ、名前変えたって感じ？まあ特段でっかい調整ってわけではないか。でも最近勝てないんですよね。英雄に関してはちょっと一旦待ち状態やからな。一旦やってみるか。多分勝てへんと思うけどな。これはこうやな。これどうしようかな。こいつでブーストして弓で戦って盾やから。59、6、35あたりでいくか。レッツゴー。いや、全然無理そう。ワンチャンあるか？うわーやりません。
で、地底探検はまあ名前が変わりましたよって感じね。あ、でも待って。2あるやん。のサバにも FC10 解放が来てしまう。な、ついに。あ、でも10世代じゃなくて FC10 か。FC10 大変やな、結構。8も大変やったっすけど。まあ、最近は結構歌唱の獲得のやつも緩和されて、まだ、なんていうかな、上げやすくはなったけど、かといってまあ FC10 はね、結構大変なんですよね。精錬歌唱が特にですけど。これね、これは大変やわ。まあ、急がんことっすね、ゆっくり。T12 に合わせて上限引き上げって感じですかね。このステージ上限も多分そうやと思いますね。お、キッキさんも多分的を得てると思います。地下科学研究所のステージを引き上げるイコールも多分 T12 に合わせる以外ないっすもんね。それ以外だって研究所がアップデートされるあれがないから。ね。で、問題はこれ、今のところ多分書いてないですよね。絶対戦争学園を5のままで作れるんか。あれに関しては書いてるじゃないですか。さすがに烈日を解放しないと、T12 の、なんだったっけな、なんて名前やったかな。灼炎は、さすがに解放できひんから。ただ、それ解放するのに、FC10 が必要かどうかっていうのは、まだ戦争学園5のままでいけるんかっていうのはまだちょっと分かってないですよね、多分。いや、タッチ的には12せんとあかんのじゃないかなと思うんですけどね。だからそうなってくると、まあこの後多分、T12 の話にずると思いますけど、アップデート内容の話が終わったら。そこちょっとね、どうなんかなって思ってますね。あやたかさん、小森です。ご視聴ありがとうございます。さあ、次行きましょう。あれちょっと、言ったから結構わからんなった。どこまで行ったできたとしても何もかも足りないです。で、ランキング表示の最適化。10じゃないとダメってなんかに書いてなかったってか。とりあえず、まあこの辺りデザインとか一新するみたいね。そうなんや。まあ僧侶の覇者。覇者イベントもさ、確かにトップだけの戦いやってなったら、結構ポイ活とかなんか、勝負できる同盟以外は結構なんかポイ活みたいな認識になってしまってるからかな。上位1000名まで入力することで、まあそれなんか目標として、もう一段階、あれやな、多分目標設定するための、モチベーションを上げるための、まあ目安を追加したって印象ですかね。で、26番。島か。島な。島たち倉庫やからな。島放置界隈やから。島のバフ一覧を改善。タッチのヘッポコ、島見に行くか。あ、待って、今、なんか、あれやん、揃ったやん。ちょっと待ってな。受け取らせてな、これ。ありがとう、ホヤンさん。なんか完成したわ。あれ、どこ完成したやつ。これか。この辺りもな、サボってるからあんま進んでないんですよね。確かに。そうそうそう。だから結構なんか手間がかかるやつは、基本的にキャンセル界隈してるから。まあでも皆さんは結構頻繁に受け取って、頻繁に受け取らないと結構ひどいことになってる。全然育ちきってないよね。受け取らずにだから放置されてるから、島育たへんのよ。あ、もう一個受け取ってない。こっち受け取った。受け取ってない。で、島に木で打つべマーク作ろう。バフ一覧。バフってここで見れたっけ？どこやったかな？これや。これね。やから島も、まあでも島な、これだけを見るとそこまで影響力がでかいかと言われると、ガチで育成してる人やったらまあ 100% 前後詰めるんかな。島がまあ40万ぐらいいってたら全部 100% ぐらい詰めるんかな。さすがにそこまではないか。いや、そんぐらい詰めるか。
どうですか、島ガチ勢の人は見てないですか？私、島強いでーって方、どんぐらい詰めるんですかね、これ。まあまあまあ、そこはちょっと話出すんやな。で、どこ行ったっけ？これを、なるほど。今のところ、ちょっと長いもんな。1ページに収まりきるように多分見やすくしましたよって感じやね。装飾品の集計では、個ずつ、装飾品が、これかな？これやとは思います。で、新たな基本装飾。基本装飾が追加されたって感じね。だから、多分、まあ、今のところまあ皆さん多くがもう基本装飾はなくなってると思いますけども、限定しかないような状況になってると思いますけど、まあこの、なんやろ、暁風でこれなんて読むやろな。暁風ではないと思うけど、そのそよぎを追加しました。基本装飾品花園のフェンスは、もうの風に、なんて読むんだこれ。強風らしい。強風。強風。これ、強風か。強風のそよぎ。こっちわかります？なんとかの風。に改名し合わせて、アイコンデザインも改善しました。基本装飾。これいじらへんからな。そんな装飾があんの？この辺りにあるんかな、フェンスみたいな。これのこと？あるわ。この名前を変えたってことね。他の領主暁の島を訪問した際、基本装飾を除く植物。ガモーさんや。ガモーさんね。ガモーの風ね。なんやろ、ガモーって。ガモーってこの、なんていうかな、この草のことガモーって読むんですか？Google 先生。Google 先生、助かります。あざまれです。おばさんは結構漢字が難しいからな。日本で使わへん漢字を出してくるかな、あんまり。普段使いせんような。タップして確認できるようになりました。なるほど。まあ名前が変わったよ程度かな。見やすくなったよ程度かな、島は。よし、次行きましょうか。ラッキールーレットイベントの最適化。画面表示を改善するとともに、各段階の宝箱報酬が一括で受け取りできるようになりました。カモって読む場合もあるんやね。なんか人の名前でガモンさんのは知ってるな。モンキーターンってわかりますか？モンキーターンで出てきたわ、そういえば。モンキーターンでね、関西弁のおっちゃん、茶髪のガモンさんって人がいるわ。そういうの。で、画面表示を改善するとともに各宝箱が一括受け取り。あれか。これね、皆さん多分わかりますよね。これ、受け取りってしなあかんですよ。ここにある。これをね、一括受け取りできるようになったんですよね。ラッキールーレットの画面やと、思ってもらって、この辺りにあるさ。段階報酬を。これ、一回一回全部クリックせなあかんかったところを、まあ、一括で受け取りできるようになりました。120円回したとしたら。地味に嬉しいやつ。これが嬉しいですね。これちょっと多分手間やったと思います。で、28、同盟相談員の最適化。リーグレベルこれ
リーグレベルってどれやろうな。これか。なるほど。このリーグ、多分この辺りに多分ネームタグみたいなのが追加されるんですかね。まあ、そんな感じで。で、29。都市装飾の最適化。そうなんや。もともと、あれやん。ゲーム設定とかでこれ結構グラフィックとか、マックスにしちゃうと端末によっては結構重たくなったりとか、まあなんかその、カクカクしたりとかっていうのも多分、まあいろいろ UI とかいじって調整したんでしょうね。多分軽くしたんやと思います。ビジュアル体験が低画質でもってことやから、多分グラフィックがなんかラグくなったりとかぐちゃぐちゃしたりっていうのを多分ノーマルとかにしたとしても、まあいい画質でゲームできるようになりましたよって感じかな。で、報酬のアップグレード。これめっちゃ重要。予約来ましたね。これ超重要。いや皆さんちょっとウィークリーとか待ってください、これ。10世代。あ、そうなんや。ちょっと待ってくださいね。一旦離席しますね。これマジでこれ重要なんで、多分ね10世代以降の方は今ちょっと待ってください。まあ、もうちょっと早いことなたちは、まあ、こうなりそうな予感もあったんでいや今更何言うとんねんってなるかもしれへんけど、まあタッチはちょっと予感してて、そういうね、まあ、歌唱とかを、まあ、今すぐ交換せんでいいっていうのもあったから、まあ、予算を考えて、まあ、3200円だけをとりあえずこれは毎月買うようにしてて、一番とりあえず、歌唱全体的にカバーできるやつを買うように移行してて、一旦こっちをね、ちゃうわ、マンスリー。こっちを一旦止めてたんですけど、これが10世代以降は、もともとこのパーセントっすよね。多分ね、何個なるやろな、30個ぐらいになるんじゃないですかね。で、30個もらえる予想してます。こっちも多分25個になりそうですね。即購入で25個、毎日7個とかになるんじゃないですか。多分こっちも5000% ぐらいに引き上げられると思います。パーセンテージで言うと。で、ログイン報酬って何や。100発薬中のログイン報酬などもって感じか。なんで皆さんちょっとこの辺りはね、まあ残り時間少ないですけど、まあアップで入るまではちょっとまだ買ってない方はやめとった方がいいですね。一旦10世代以降で。はい、次。ただ有効化してたやつはやから別に買っても問題ない。なるほど。ここよく見てなかったな。この追加の記事。仮に買ってたとしても、だから別に、まあ止めなくてもいいっすね。すいません。ここはちょっと、ここよく読んでなかったっす。まあ、仮に、例えば今買っちゃって、最初の数日間、アップデートされたやつより低いじゃないですか。その分はでも保証しますよって感じやな。このイベントと被ってるんであれば。
そやな、今更やっぱどうこうできる、あがいてもどうこうできるもんじゃないか。タッチ、そやな、もっと早い段階から予測して止めとったら、まあ、もっとお得に情は課金できたやろうけど、って感じやな。一応買ってても、まあ、差分はちゃんと保証してくれますよっていう、多分報酬届くんじゃないですかね。はい。で、専門家。機能を解除するための王国な、引き下げました。ってことはさ、もっと早いサーバーから専門家導入されるってこと？これどうなの？これ結構きつくないですか？いやでも新しいサーバーは追いつくチャンスではあるか。多分、新興サーバーは、HKE メンバーと参加するたつまるのライブ配信です。チャンネル登録メンバーシップの加入をお待ちしております。ってことはさ、無課金者はこれ、だから、結構差つきますよね。そういう段階でさ、資源、通常の通常のイベントであったりとか、デイリーの報酬とか、このあたりとかやっぱ、早い段階から育成してることで、多分、今まで導入しなかったサーバーより、お金使わんでも、早いこと、この恩恵を受けられるっていう点ではかなりいいんじゃないかなとは思いますけどね。ですよね。これ多分ありがたいアップデートっすよね。多分。僕らなんかこんなん専門家導入された時点って言ったらもう普通に11世代とかやったんじゃないですか？ 12 世代とか。そのあたりからようやく専門家のこの人たちの恩恵を受けたんで。なんかより引き下げられたことでもっと新しい段階からアグネスであったり、ローレスさんもこいつは金かかるから。ロニーもだから、まあアップデートされてからは悪くないですね。こいつもまあ、様子見てって感じだけど。特にアグネス・バルド。この辺りは、まあ、早期に、まあ、スキルマックスにしてあげてって感じかな。人によってはフォルガーとか。この辺りも上げとったらだって、報酬、この2つとかはやっぱ上げたいところですからね。って感じだと思います。SVS に関してもだってそういうことやもんな。この恩恵を受けられるわけやから。早いことを10とかにしてあげたらね。ってことは、ただこれ結構苦しい戦いにはなるんかな。だから無課金と重課金の差で言うと、貯める時間とか準備とかもないから、結構無課金じゃなくて重課金がやから先行サーバーは圧勝してしまう感じになるんかな。ここまで手回らないっすよね。多分初期の頃やと。あ、でも逆にやから英雄とかに初期の頃は英雄に使わずこっちに投資すればいいんか。また、新興サーバー向けの育成論ってちょっと変わってくるんですね。そうなってくると。より英雄課金とかじゃなくて早いことこっち側に投資して、こいつらの恩恵をマックスに先に引き上げておいた方が、後々生きてきますね。面白いや。はい、ということで、早めに専門家は新規サーバーの方たちは上げるように意識してみてください。で、アップデート中の、なるほど。まあ一応、ログインできなくなったり、まあ、注意してくださいねって感じだね。はい、ここまでが、最適化及び調整の話でした。で、最後、一応タグとかつけてもう一回見直せるように、どの項目だけ確認したいな、みたいな、見直せるように、配信終わってからもね、アーカイブ残して、時間でマークするの分かります？あれなんて言うんかな？タイムラインか。タイムラインつけとくんで、また見直すときに、ここどうやっけみたいになったら、まあ、見直しに使ってもらえたら助かりますね。で、こういうやつ。タイムスタンプ。これは、ありがとうございます。公用兵士かな？公用兵士やってると思う。公用兵士が間もなく登場。
公用兵士が4月27日に10世代実装のみの王国に登場。つまり T12 が導入されるということです。だから日付は4月27ですね。はい。で、Q&A がありますと。公用兵士 T12 はどうやって解放できますか？運営さん。王国の進捗が一定の日数に達しており。ってことはつまり10世代登場ですね。かつ、烈日兵士 T11 の解放済みであれば戦争学園の灼炎テクノロジーの入り口が解放されます。だから、まあ多分この辺りにもう一個出るんでしょうね。か、そのまま、なんていうかな。3がそのまま、うわ、めっちゃちっちゃくなった。こんなぐらいやった？消えちゃった。ヤキラビ粒子の課金について相談です。ウィークリーパックと深度探検パックどっちを購入するのが良いでしょうか？ランさんそうですね。タイムスタンプっていうのかな？時間の、マーキングするやつ。タイムラインじゃないんか。タイムラインって何やったっけ？歌唱ビレーシの課金について相談です。ウィークリーか、深度探検パック、どっちを購入するのがいいですか？深度探検パックがウィークリーで回ってんやったら、多分ウィークリーやったはずです。再度まとめてるデータとかを見てみんか。多分ウィークリーやったはずですね。ただ、ちょっとね、全世代のその、なんていうのかな、あれを全て暗記してるわけというか、ではないので、その世代によっていや、多分でも同じ比率で増減とかしてると思う、調整されてると思うんで、その上でカバーするんやったら深度探検パックやったはずです。一応、詳しい方いるかな？そのはずです、確か。はじめまして、よろしくお願いします。はじめまして、よろしくお願いします。はい、初見さん、ご視聴ありがとうございます。あざまる。はい。やから、ウィークリーを、こっちはもうすでに、もう買ってますよ、みたいな、定期購入してますよって方が、その上でさらに、粉が欲しい場合、多分、真の探検パックを購入するのが、まあ一番、粉を集めるにはいいんじゃないかなと思いますね。そうやな、多分。で、次、行きましょうか。クエスチョン1終わりですね。で、クエスチョン2、公用兵士の解放にはどの材料が必要ですか？上さん。解放には鋼材、精錬箇所、微粒子が必要です。はい、注目となってくるのがこれよく言われてる精錬箇所ですね。今までの T11 を含む研究には、こっち側にはね、精錬箇所必要じゃなかったんですよね。これが一体実際どんだけの量を必要とされてくるのか。いやー、ここはね、ちょっとね、まあいろいろ噂が飛び交ってますけど、実際のところどうなんやね、みたいな。まあ初期で言われてた頃の個数やととんでもないじゃないですか。1兵種解放することで1100個とか最初言われてたんかな。ただね、キュッさんが教えてくれたデータによると、中国のあれですかね、ディスコードグループのワンチャン中国サーバーからのやつを参考にしてるから、また合ってる可能性が高いかもしれないんですけどね。まあそこはまだやっぱ多分予測の段階なんでね。この500個ぐらい。タッチでようやくギリ、届くかなーってぐらいだと思います。このあたりを調整したとしても。これでようやく多分1兵士とかやと思いますよ。T12 は。で、3に行く前に多分運用方法としてはね、多分今後育成論は結構変わってくると思いますよ。普通の方やったら、T10 に3種作って、みたいな感じの順番でT11 3兵種作って、次行くみたいな形やと思うんですけど、多分サーバーによって乗り手で活躍したいんであれば、
もう縦だけで突っ切るみたいな選択肢も多分今後出てくると思います。無課金とか上課金の方であれば。まあ、重課金サーバーでそういうのも余裕で1軍とか2軍の集結全員 T12 で埋まるよっていうサーバーやったら、まあ、そんなことを工夫しなくてもいいんですけど、確かにまあそうじゃないサーバーはね、確実にそういう育成の仕方になってくるんじゃないかなと、タチ的には睨んでますね。多分、自分は T12 の T11 作って T12 のもう盾を目指すわっていう感じで全部貯めてもらって、T12 だけの盾だけ送る人で、私は弓担当するわっていう感じで。まああくまでも前提としてサーバーの乗り手として活躍するのを最優先にしたいみたいな考えの方がするあれではあるんですけどね。そうした場合、多分 T12 の盾だけ作って残り T10 やったら多分3兵種揃えた人より弱いと思います。確実に。盾だけ、一番影響力の高い盾の T12 を作ったとしても。ただ2種に絞るんやったらありなんじゃないかなと思いますね。多分、例えば、縦弓でしか戦わへん方やったら、縦の T12 作って、弓の T12 作るみたいな育成の話になってくるんじゃないかなと私的には思ってますね。そういうムーブなんか自分の育成論に合わせた形の縦槍で戦う方たちやったら、まあ縦槍を先に作ってあげるみたいな。自分の戦う兵種から先完成していく方がいいですね。まあやっぱりでも多分一番最初はやっぱ縦がいいかな。一昨年から花椒や粉を貯めている人がたくさんもうつける。確かにね。そう。まあ、山田さんも含めて、まあ僕らのやったらまだマシ。まあでも苦しいですけどね。多分、ビカキンクラスやと、それでもね、このペースは。やから頑張ってそれで活躍しようと思うとやっぱ絞るしかないですよね。縦だけ、一旦こっちの T11 諦めて、みたいな。こっちに回そうか、みたいな。っていう、まあちょっと話されましたけど、まあそういうことが多分今後重要になってきますね。はい。で、次。灼煙テクノロジーとは何ですか？公用兵士 T12 を一種解放すると対応する灼煙テクノロジーの分岐が解放され対応する兵種の及びなるほどね。今のところこれ解放する前から一応書いてあったけれど多分解放まあでも表記はされるんかな。だからまあこの辺りだと思います。この辺りも T12 もまあ同様に多分時短であったりとか、まあ、治療時間の短縮であったりとか、まあ、この3つぐらいの項目が多分追加されるんじゃないですかね。多分そのまま T12 を解放しただけだと多分育成コス多分消費コスト多分 T12 プラスタチの予想っすよ。 1.2 倍ぐらいの全部消費量になってくるんじゃないかなと思いますね。資源食いも T11 より 1.2 倍ぐらい資源食うし、治療の資源も食うし、生産の資源も食うし、訓練治療の資源消費量も食うし、時短も食うしみたいな。多分かなりコスパめちゃくちゃコスパが悪い状況で解放されると思います。資源の専門家来るな。資源採取の専門家めっちゃ地味ですけどね。地味ですけどありやな。そうなってくると。何が苦しいかってね、多分ね、訓練と長時間戦った時のあれですよね。蒼竜の覇者とか太陽城とかをガチでする人とかやったら、これしっかり解放してないとちょっときつくなってくるんですよ。まあそんな感じですね。だからちょっと工夫が必要になってくるんじゃないかなと思います。ちょっと喉からってきたら喉飴食べ。
はい、灼煙テクノロジーにはどの材料が必要ですか？これね、これ多分みんな気になってると思います。鋼材もね、これは課金したくないな、タチ的にも。多分、いやー、どうなんかな、足りるんかな。こっちの方がちょっと足りるかどうか不安なんですよね。だから一旦ね、導入する方たちは、これちょっと待った方がいいですね、交換。これ、わからへん。ちょっと未知数ですね。なんかめっちゃ2222で揃いそうやん、これ。よく見ると。たまたまやな。だから鋼材をね、今のところわからないんで、これはストップした方がいいですね。確実に。で、新しく追加される、研究での精錬箇所の消費。で、まあもちろん微粒子。で、あとは基本資源ですね。が必要になってきますと。各研究に必要な資材の量は異なりますので、ただ、仮想のアイテムの入手方法は増えますと。さすがに、そのまま導入したら、理科金無課金者はきついであろうということを予測して、まあ、入手経路も増やしてくれると。やからまあ、バランスしっかり最初は多分きつく感じると思いますけど、どっかで、まあまあなんとかいけるかなっていうぐらいにまで調整してくれるとは思いますね。はい。で、どの項目で箇所が追加されるか。劣化の牙と最強国、表現の支配者。ああ、そういうことか。表現の支配者にショップなんかあったっけと思ったら違うね。表現の支配者でも、強国って元からさ、ショップになかったっけ？箇所って。ないやん。ないやん。なかったんや。強国ショップにも追加してくれますよって感じか。指定探検ショップは元からありましたよね。もっと量増やしてくれるんかな。これやからね、困ってる方たちは、これ、ちょっと貯めとってもいいかもしれないですね。これね、どんだけ交換できるんかわからないですけど、あとは皆さんのパワーによって、まず収入、蛍光石の収入の量が変わってくるじゃないですか。パワーによって。まあ、すごく進めてる人であれば、この量、入ってくる量も多いから、結構いろんなもんともっと、なんていうかな、考えずに交換できるとは思うんですけど。でも、美課金とか無課金クラスって、まあ量も限られてるから選択してこないとダメなんで、まあ、ミスリルはまあ絶対交換やとは思うんですけど、あとは多分ね、T12 を目指すにあたって多分微粒子が必要になってくるから、一旦ちょっとこれもね、ミスリル以外はちょっと待ってもいいんじゃないかなって思ってます。ラッキー宝箱も取っといた方がいいな。この2つぐらいかな。あとは図面の調整。この3つ以外はちょっと待ちの方がいいかもしれないです。ってたちは思いました。はい、アップデートに関しては以上となりますね。どうですか。で、ゲートコード RW23UIE ということで、横レベルが90やったらもらえますよ。これは、バトラーサービス、VIP の方やったらもらえますよってことですね。盛りだくさんとなってます。あ、そっか。油断し、一見ちょっと穏やかになったなと思ったらやっぱ一気に行きましたね。なかなか。一応最後、まあこれ一応確認できるように。もうそのね、最近ね、AI がね、今のこの全部会話とかを、簡単にピンさせるようになったんですよ。ピンというか、なんて言ってたっけ？ラウさんがなんて言ってた？タイムスタンプ、そう。タイムスタンプをね、簡単に導入できるようになったんですよ。やから、まあなんか、固定でコメント欄の上部に最近固定してつけるようにしてるんですけど。例えば一からこの配信で、2時間ぐらいあるなーってなったら、なんか長くてどっから見ればいいんやってなるから、時間ない方とかやったらちょっとみんな難しいじゃないですか。自分の知りたい内容。
それも簡単に確認できるようにはしとこうと思ってますね。はい。年相航空か。年相航空ね、でもね、みんな、そう、最近 AI がすごい。あっちも AI の勉強をかなり最近はしてるんですけど、やっぱ使いこなせると便利ですよね。これってパンダの声なんですか？ボイスボックス、これパンダの声ガチですか？これ事実のパンダの声なんですか？ HKE メンバーと参加するたつまるのライブ配信そうなんや。みんなが楽しそうなんやったら、タチもそうしようかな。これから導入しようかな。このパンダにしようかな。どうですか？久々に横画面スタイルでしたっすけど、ちょっと改善されましたよね。タチもいろいろ配信をしてきて、ようやく OBS をうまいこと操れる。ちょっとはね、うまいこと操れるようになってきた。ね。こういう感じで結構レイアウトを配信しながら変えれたりとか、できるようになったんで。はい。よかったっすね。で、読み上げの音量もちょっとちっちゃめにしました。タチュが喋ってる上から、これガチですか？呪術廻戦のパンダの声が上から、なんとかなんとかみたいな感じで被せてきてもあれやなと思って。ちょっと音量は 50% でちっちゃめにしました。一応ね。皆さんが喋ってくれた、コメントをくださった読み上げに関しては。じゃあ、あとは気になってるであろう秘宝反対とか言いますか？これ、タチなりの回答があるんで、せっかく見に来てくださった方はちょっとおまけとして。これね、残念勢が多いですよね。これに関してはね。とりあえずやりましょうか。とりあえずやってみよう。とりあえずやってみよう。おかしいか。まず説明か。そうなんですよ。ペット石がなくなっちゃうという。多くの方がクレームを入れてそうな案件で怖いんですけど。回り回ってタッチの方に来ないかな。大丈夫やな。そこは、運営さん、大変やろな、今頃。ペット石消したんは。ペット石消したらちょっとまずったっすね。精錬石が逆にいらんのじゃない？今のイベントのパワーバランス。タチがもし、このイベントの、なんていうかな。開発チームとかにいるとするんやったら、ペット石はまずかったなと思って。じゃないと、せっかくの重課金者は結構、もう装備とか止まってるぐらいのトップ層のプレイヤーやと。これに、せっかく楽しいイベントなのに。そう、そこ重要ポイントなんですよ、ラウさん。まず、どれがお得なんか見ていきましょうか。精錬石は今言った通り、基本的にね、多分、もうほんまに最初期でない限り、もう皆さん多分余ってくるはずです。余ってくるというか、使えないが正しいやな。あっても使えない。ってことはね、結構レジェンド装備不足になりやすい環境なんですよね。で、次。これまあ、あんまりお得ってわけではないですね。普通ぐらい。人によってはありやけど、今ね、領主装備、一応見れるか。領主装備のウィークリーはね、基本的に、この2つも、バージョンアップされたってことで、基本的にはこの2つで、領主装備をカバーしてあげるか、片方を、ペットとかに変えるのありですね。それか、まあ、いろいろ宝石か。この3つぐらいが候補になってくると思うんですけど。まあ、この辺りでカバーできる内容ではあるんで、わざわざ、まあ、これ、設計図面やったっけ？この間。設計図面にしなくてもいいかなと。で、あとは宝石図面。これに関しては70個はちょっと少なすぎるっすね。期待値で言うと、94個ぐらいが800円やったはずです。
600円換算で言うと。だからこれがもし90個ぐらいあるんやったら、美課金の方、これがちょっと不足しやすいんですよね。バランス的に言うと。特に初期。まあ、後半、実は、あれなんですけど、ハンドブックの量の方が増えてきて、ハンドブックも足らんくなってくるんですけど、まあ、タッチクラスでもまだ、図面の方が足りんくなるバランスしてるから、これは欲しいところなんですけど、ただ70個でやっと選択するのはちょっとまずいかな。感じですね。加速、別に、これ案外思ってるよりは悪くない。例えばどういう人に必要かってなってくると、ただやっぱ必要な方は限られてくると思うんですけど。まだ溶鉱炉30になってない方であったりとか、まあでも悪くないですね。使い切れない、例えば宝石か。こういうパワーバランスになってしまって、結局このハンドブックだけが例えば何千個って余ってるとするじゃないですか。そうなってくると結局、まあでもあんまりおすすめはしないんですけど、まあ使える方がいいですよね。しっかり両方消費できて、バランス調整するために使っても、まあ、最悪悪くはないです。ただ、結局トータルの投資対効果を考えるのであれば、まああんまりおすすめできんって感じかな。で、加速はその溶鉱炉30とかで急ぎたい方であったりとか、あとは T12 のためですね。多分 SBS で頑張って全部加速吐き出しちゃいましたって方やったら、多分 T12 せっかく歌唱を貯めても加速足りずに解放できんっていう可能性も結構あると思ってて、結構加速必要だと思うんですよ。なんかそういう人たちは加速交換してもありなんじゃないかなとは思ってます。でも、はい。で、最後残りますけど、まあこれが、まあ一番、まあ無難ですね。ほぼほぼ、全プレイヤーの8割方は、ラッキー装備を、ラッキー宝箱を選択すればいいんじゃないかなと思ってます。まあ特に、だから装備で、あれか、プラス100、神話のプラス100で装備乾燥してない方、英雄装備乾燥してない方は、これを選択して、選択といってももうこれ結構ね、これ一択なるんよな。なんやかんや言うて。はい。で、メンバーさんの方もちょっとなんか、大体の概算値出してくれてはる方がいましたね。タッチのメンバーさん曰く、何階層で到達、どうやったら100回まで、日本語おかしいな。何円使ったら100階層までいけるんや。って皆さん思ってるかもしれないんですけど、まあ、1個目安として、まあ、上振れ下振れもあると思うんですけど、メンバーさんの方は、6万1000円ぐらい使って、83階層到達って言ってありました。でも期待値だとちょっとこれね、下振れてるとは思うんですよね。確か期待値やと7万弱。7万ギリ切るぐらいで100階層到達が目安やと思ってもらったらいいです。これ実は前回より緩和されてて、っていうのもなんでかっていうと、累積報酬にツルハシが出たからですね。パックの内容が良くなったっていうより、ここでツルハシがゲットできるようになったから。で、この分回せるようになったから。で、これもう完全に、タッチの予想なんですけど、こういうミスリルのばらまき方をしてくるってことは、今までの傾向的に多分この上限をね、解放してくる予想をしてます。神話をどうするのかわからないですけど、肺のステータスをプラス120まで追加するのかわからないですけど、まあどういった形で寝るのかわからないですけどね。やめてやってくるとは思ってます、タッチ的には。まあそれがまたエルメスにしてくれるのかわからないですけどね、やつらを。
ラウさんはブチ切れてるということで。ラウさんブチ切れですね。この量子装備じゃなくてミスレルのばらまき具合を考えると、まあ、そういうことなんじゃないかなとタチ的には睨んでます。でまだタチみたいにまだ英雄装備を伸びしろがない方に関しては逆に秘宝ハンターはお得になってます。それだけはやめてそう、逆に今完成させるチャンスやからね。この辺りを使って貯めてあげて、このイベントでね全部100にしてあげてみたいな、完成させる、装備を完成させるイベントっていうだけになんていうかな、注視すれば今までよりさらに最適化されたまあ有料なイベントということでになってます。実はまあ自動で開けちゃいますか。あっちゅう間に終わるからこれちょっと悲しいんやけど、ってな感じなんですよ。まあそういう方たちにとってはラッキーやと思います。でもこれを手つけるにあたって基本的には乾燥することで全てその恩恵を受けられる報酬が段階的に上がるタイプのイベントになってるんで、まあ、やっぱり重課金向けにはなってるかなとは思いますね。ただこれからお金使って強くなりたいよって方にとってはまあありがたい。いや結構渋いなこれ。一発でサブアカウント一発で出ちゃったんやけど、でもなんか手動でやった方が出る気するんですけどね。オカルトですけどそんなことはないんですけどね。いや渋くないこれ。めちゃくちゃ開けてんで。あ、6階層。あ、ギリギリ7階層いけましたか。レジ装備の確率ね、ちょっと上げてほしいですよね。それか、この装備箱をもうちょっとゲットできる方法を増やしてほしいですね。逆に。これをもっとなんか無料で獲得できるのを増やしてほしいな、みたいな。で、こんな感じで到達回数によって、まあこうやってツルハシゲットできるから、いつもよりその分だけちょっとね、まあ、こうなっちゃったらあんま変わらないんですけど。ほとんど出へんかったっすね。70個ぐらいあって7階層 ?1 回あたり10回焼けぐらいのペースか。で、もちろん、これたまにこっから買う人いるじゃないですか。渋かったっすよね、今の。なんでよ。せっかく配信して頑張ってるのにさ。ねえ、タッチにちょっと、おまけしてくれてもいいのにとか思うんですけど。あんまり引き良くないからな、タッチ。で、もちろん、順番に買ってくださいね。これね、案外、ホットになってるから、なんでホットなんかわからないですけど。どうなんやろな、いつもの1600円の価値よりちょっと増やしてくれてるんかな、これ。そう、卵指はね、結構爆音やったんですよね。あざまるって感じだったんですけど。残念ながら。だからイベントが4日間あるから、美課金とか中課金ぐらいで楽しめたら、まあ毎日例えば800円だけ課金して、4日間みたいな感じでやった方が、まあ楽しめますね。で、もちろん目指すべきところは、でもどのペースでいかんと達成できんとかあるよな。ここが結局このミスレルが欲しいわけやからさ。目標として、いやまあ美課金の目指すべきところは、ミスレルまでの到達は無理なんかな。60階層のこれだけ取ったとしてもな。これ結構やめ時はでも、前回の、イベントの仕組みのアップデート前よりちょっとやめ時は難しくなりましたね、これ。どこでやめてもいいけど、30回でやめるとか。鶴橋20でその隣の
その5階層で50個の宝箱をゲットするのと20個考える。概算ですけど多分、鶴橋のラインでやめるよりは、その次の到達報酬で。そうっすね。今見たら案外遠いっすよね。で、ようやく60階層まで到達して、60階層ってこれ相当使わなあかんで。だって、6万1000円使って83階層の方でしょ。ってことは普通に考えたらこれ4万ぐらい使わなあかんってこと？ 3、4万使えへんかったら 5個の店が獲得できんってわけか。ありとは言いましたけど、まあミスリルをゲットしようと思うとやっぱそれほどやっぱ覚悟というか、まあ必要ですね。で、この辺りで終わるぐらいならもうちゃんとやっぱ最後まで行った方がいいですしね。これこの辺りから期待値爆上げしてるんでね。そうでなければ50とかかな。やから30で終わるか50で終わるかがいいとは思います。をめどに30回とかで、ほんまの正解見っけましたわ。無課金美課金クラスのこれね、実はね貯めれるんですよ、鶴橋。実は鶴橋ね、これなくならないんですよ、イベント期間中に。だからほんまの正解はこれ開けずに貯めた方がいいです。多分今後もいつ導入してくるか分からへんからちょっと不安やと思いますけど、とか言って辰丸が言った瞬間、あれ次から秘宝ハンター開催されへんやんみたいななっても嫌やな。貯めといたらいいですとか言っちゃって。でもそれがあれさん正解ですね。これが多分到達系のイベントに関しては秘宝ハンターに限ったことじゃないですけど、バラとかでもそうですけど、基本的には狙ったイベントに対して完走できるだけ貯めるのが一番期待値は高いですね。1回のイベントでこれ取り切れる重課金プレイやったらいいんですけど。今ので何個っすか？ 283 個。どう思いますこれ。283個か。800円換算、800円36個。ちょっと待ってくださいね。計算する。食べたいと思ってて気づいたら使っちゃってます W。いや待って、元にゲットしてた分もちょっとあるから実際ちょっと分からへんな。もう分かります。これ、でもこれ開けんの案外楽しくないですか？自力で引いてんのも結構楽しいんですよね。一発で引けたみたいな。自分で選んでみたいな。そういう楽しみ方もありやとは思うんですけど。1200個が目安らしいっすわ。パンさん曰く。1200個えぐくね？だからでも期待値、確かに期待値ぐらいですね。15万8000の半分ってことでしょ。これ一番悪い効率で交換するとする10倍っすよね。1200っすよね。7万ぐらいか。7万ぐらいって感じだと思います。7万ぐらい使って、でも今イベントアップデートとか修正前やと8万2、3000円かかってたと思います。期待値で言うと乾燥するのに。結構これほんまに中華系向きだった。ちょっと緩和されましたね。そういうと。あれでも期待値より結構これでも上回ってますね。このコス。何個？いやもっと取ってたんかな？ 283 個。もともとちょっとあったんかな？ 280 800円36個換算やと、これ6200円分なんですよ。
6200円分。でもタッチ課金したのって800円と1600円じゃないですか。これでも買ってるってことですよね。やっぱお得なんじゃないですか。期待値で言うと、ヤーナさんとかどう出たかな。なんか近しいことの期待値を言ってますね。鶴橋使用数の期待値は5の倍数以外で 12.7 個。だから案外悪くないんじゃないですか。だから平均これ 12.7 個書かれてるわけでしょ。そうやね。やから10個ぐらい。視聴者さんの多分引きが爆運なんですよ、これ。多分、それでも。これタッチでも多分、まだいい方やったと思いますよ、これ多分。いや、多分この回は悪い、絶対。残り1回で絶対出んもん。結局、案外この最高峰の方まで案外いっちゃうってことですね。で、5の倍数は16ぐらいだったはずです、みたいな言ってます。ってな感じですね。宝箱最後開けちゃいますか。案外普通ぐらいらしいですね、これ。だから視聴者さんが多分爆運なんですよ。開けちゃいますか。最後アンケート取ります。何個で開ける？1。どうしようかな。1。全開け。2。期待値って何倍だったっけ？ 56 個ぐらいでしたっけ？ 56 個開け。レジェンド装備のね。獲得期待値。56個に1個。3。3の選択肢どうしようかな。はい。ぜひぜひ来てください。屈強認定されてません、まだ。111。マジでね、その古いサーバーに来てもらえるアップデを導入してほしいんですけどね。65、70あたり。65から70あたり。どうでしたっけ。56個ぐらいやったと思うんですけどね。データ見返さへんとちょっと分からへんや。どうしよう。111やから111個。逆にチキって、30個。さあ、皆さん投票してください。投票してください。56個ならいい引きぐらいな。65個ぐらいにが期待値ない。なんか男は黙って全開きやろうパターンが多いな。そうでもない。絞りたい気持ちの人もいる。さあ。もうちょっと一旦飲み物飲んできますわ。休憩して。56。56ね。どうしようかな。0時25分ぐらいまでで、ちょっと一旦締め切りますわ。マジか。
いや、待って。見てる方、結構重課金者の方がもしかして多いかな、今日。全明けがやたら多いぞ。200個程度でチキンなよってことかな。280個ちょっとドキドキする数字なんやけど。まあ、重課金の方だったら5000個とか開けはる方がいるからな。ほうほうほう。56個全部押しては来てるけど。まあ残りあと1分やから、まあ30票ぐらいか。30票。じゃあ、締め切りますか。全明けタチさんと同じくらいで全開手した時6個出ました。自分で200個も貯める機会ないので。ラウさん6個。おー、なるほど。結構200個って大変ですよね、貯めようと思うと。無課金とかでなんか放置してたら知らん間に溜まってたりはするけど、活動してるアカウントで結構開けたくなるんですよね、頻繁にね。全明けですか。全明け行きましょうか。で、パンさんの期待値で言うと、65個あたりで1個ってことは、63じゃ6、4、24。5個出ればいいってこと ?6、5、30。5個出ればいい方ってことか。なるほど。うわー、頼むで、マジで。6個ぐらい出てくれ。いきます。自分はいつも70で来い。1、2、3、4、5。お、いいんじゃないですか。6。はい、これ爆勝ち。ここで爆勝ちしていく。これ絶対上振れやわ。聞いたー。なんすかそれ70個で4個って。強すぎる。やったぜ。やったよみんな。これ見て、6個やで。これ爆勝ちでしょ。うわ。嬉しい。ここで、やっぱここの引きもね、2段階引きが重要なんですよ。このサバって。これを何個ゲットできるかやけど、ここ最後開けるときに下売れてしまうとね、こういうこともあるから。ただ、おー、みんななるほどね。これ分かったんか、ワンちゃん。さすがやね。さすがやね、これ。分かってたか。全開けすると当たるってことが分かってたか。いや、今までチキってたからタッチあんまり良くなかったかな。ラッキー。レジェンド装備も今まで不足してたからめっちゃありがたいですね。これで結構あれやな。いっぱい作っても大丈夫そうやね。この辺り量産して。あれやん。縦、まずあれやな。完成できそうやね。1個ずつ、苦行企画。1個ずつチャレンジはやばいでしょ。逆にダンジョンの秘宝試すに。アンケート終了します。あざまでした。逆にダンジョンちょっとこれ試しすぎ？これやりすぎ？これも開けちゃいましょうか、じゃあ。これさすがに開けただけで期待値がどうかは分からへんな。開けちゃいます？ついでに。せっかく見てくれたしね。ドカッといっちゃいましょうか、この辺り。これは誰が見ても渋いぞ、多分。渋っ。こっちが本命やからね。でもダンジョンの秘宝は。クリスタルタワーが別に欲しいわけでもない。当たり枠はまあ、かけら10か。かけらいっぱい引けたら嬉しいって感じか。かけらは別に今のところそんなに困ってはないんやけどね。たちが育成したい英雄分ぐらいはまあいけるか。で、つけよう。もうこれはいいんじゃないですか。今回は良さそうね。これちょっとわからへんけど。この辺り。これがまあ、あれですね。専門家をしっかり育成しとった方がいいよっていうのはこれ。オルガであったり、アグネスであったり、これがね、溜まってみんなもらえてるから知らないうちに。はい。これちょっと試させて。これちょっとね、どんぐらいの期待値が出てくるんかちょっと後で見たいんよ。こんな感じかな。で、タッチもね、これちょっともらったんですよ。運営さんから。これめっちゃ嬉しくって。このね、アイコンがね、スーパーレアでね、クリエイターさんでもね、今まで
なんかこれ絵描く方のクリエイターわかります？なんかそういう方しかこれもらえなかったんですけど、なんかね、動画クリエイターにもこれくれるようになったんですよ。だから今回で初めてもらいました。でだから次回以降もらえるようになるか分からへんから使うの知るってるみたいな。いっちゃんかっこいいこのフレームが。もらいました。これはね、ちょっと顔が隠れるからいっぱいあるけど使ってないんですよ。って感じかな。はい。いや、マジで今日の配信楽しかったな、なんやかんや。かエロくない？かっこいい。っこいいですよね、これ。さっさっさ、こんなところかな。うんうん。みんなと一緒に見れて楽しかったっすわ、タッチも。で、次回の配信は？次回配信はね、他のイベと被らないから長時間見れました。お、逆にね、逆に確かに。ほんまや。それでかな、今日やたら見て、なんか視聴者さん多かった気がするけど、視聴者さん多かった、確かに。案外やっから、これぐらいの時間帯の方が落ち着くって方いはりますよね。なんか、例えば、主婦さんであったりとか、仕事をされてるサラリーマンさんであったりとか、なんか、いろいろ家のこと全部終わって、なんか、時間ができる時間帯みたいな。何もゲームがない時間帯。はい、よかったですね。まあ、皆さんの参考になれば嬉しいですね。で、SVS のマッチングももうちょいって感じか。なるほどね。で、順番で言うと、やっぱり、あれだな。峡谷配信。うん。これが、もう枠立ててますけど、フライング気味で。1週間前には立てるようにします。18日の20時45分から配信があって、で、19日が兵器工場戦の配信があって、で、その後、SVS って感じかな。まあ、そろそろ多分 SVS はね、強いとかと当たるんじゃないかな、とは思ってるかな。でもなんか14世代長いんですよね。早く15世代が欲しい。ほうほうほう。今月初の SVS です。初の SVS か。初めての SVS はいろいろなんかやっぱ緊張しましたね。初めてのことだから。こうもっと対策した方がいいんや、みたいな。なんか、相手国にサブアカウント作って、やっぱ偵察してみて、なんかすごい熱心にやった覚えがあります。初めての時はね。で、負けたらね、やっぱその時は一番悔しかったですね。初めての SVS の負けが一番悔しかった思い出がありますね。私の中では。やっぱ、頑張ってやるゲームは楽しいですよね。15世代、あ、そうや。最後。内情チャット面白すぎてたまりません。内情チャット面白すぎてたまりません。なるほど。相手国でも結構初期の頃ってスパイしてくる人多かったですよね。なんか、世代が進めれば逆に相手国のサーバーがどういうサーバーでどういう人たちがおってみたいなんで、偵察する人とか、なんかそこまで熱心に相手の研究をする人ってなんか少なくなってるイメージはあるんやけど。まあやっぱ初期の頃の方がやっぱ燃えてたなと。かけらに関しては2体分はたまりそう。15世代もう来ちゃってもいいな。OK。そんな感じになると思います。おっしゃ。で、動画の告知っすね。次回。この後も、まあ、編集してもうちょっと。今日どうしようかな。いやでも、全く PC 起動したし、もうちょっとだけ動画作成で頑張るか。ソースで画像ってあんの？画像入れてたっけ？これ面言にって何？これやから画像の、あれか。前面言の紹介した時に使ってたよね。
これを一番上に持ってくる。で、どうやったっけ？こうか。ソースを入れ替えたらいいか。もっと上に持ってたいんか。こうやね。これ今作ってる、まあ、ティアランキングの動画のサムネイルになるんですけど、まあ、これをできれば、あれもうこれ日付変わってる水曜日か。間に合うかな？間に合わせるしかないよね。ここは。配信者として。17日か。17日に仕上げて、いやー間に合うかな。もしかしたら18日に甘えさせてもらうかもしれんけど。まあ、そのあたりに、は完成させようと思ってますね。まあ、ぜひ見てください。すごく参考になるように頑張って作ったんで。ではでは、告知もこのあたりにして終わろうと思います。これ。はい。では今日もご視聴ありがとう、あざまでした。また見に来てください。おつまりでした。